はい、皆さんこんにちは。最近レトロゲーム機の修理にハマっている不動産 YouTuber のハッシーです。本日は京都府長岡京市より中古マンションのご紹介をさせていただきます。建物は昭和45年8月建築、5階建ての5階部分、50手前のおじさんには応える階数です。室内は令和3年にリフォーム済み、70年代不動産というブランドがありまして、昭和レトロな雰囲気にリノベーションされています。今レトロなものに価値を見出す人が増えてきているので、どのような仕上がりになっているのか見るのが今から楽しみですね。リフォームを手掛けられたのは長岡京市の建築会社大栄ホーム様になります。撮影のご依頼いただきましてありがとうございます。最寄り駅は阪急長岡天神駅まで徒歩10分と利便性も悪くありません。気になる販売条件は概要欄のリンクからご参照ください。そんなわけで本日は築53年の外観内装ともに昭和レトロなマンションをご紹介させていただきます。ぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。それでは行ってみよう。はい、ということで本日ご紹介させていただくマンションの前に到着いたしました。長岡天神ハイツ、これまで何度もご紹介はさせていただいてるんですけども、今回も5階のお部屋となっておりますので、こちらの階段を使ってですね、お部屋まで行きたいと思います。はい、ということで本日ご紹介させていただくお部屋の前に到着いたしました。5階なんでね、しんどくはなかったんですけども、日頃の運動不足のせいか足が笑っておりますはい、そんなことで早速室内をご紹介させていただきます。オープン。はい、こちらが玄関スペースになっておりまして、今回テーマが70年代不動産ということで、昭和の良さをね、雰囲気を出した内装にされてるんですけども、入っていただくとまず右手におしゃれな棚がついておりまして、こういった小物をね置いていただくのにはすごく最適な形になってますね。下駄箱も今時のものではなくて、本当に昭和にあった感じのね、はい、収納スペースになってますね。はい、ちょっとこのスライドがあんまりスムーズではないんですけれども、はい、でこちらが廊下スペースになるんですが、照明がですね実はちょっと変わってまして、玄関の照明がねこんな感じになってるんですね。はい、ちょっとこういうのはあまり見かけたことがないですね。あとスイッチもこういうね、トグルスイッチっていうんですかね、昭和のね時代に良かった感じのものをほとんど採用されてます。それでは入っていただいて、まずこちらの扉を開けさせていただきますと、こちらは約 4.5 畳の洋室になっております。元は畳部屋和室だったかと思うんですけども、フローリングを引いてちょっと腰壁でねこういうアクセントで装飾されておられるんですけれども、入っていただいて奥から見ていただくと、こちらに収納スペースがありまして、こちらは観音開きで開けていただくタイプですね。元はこちら押し入れだったかと思うんですけども、建具を新しいものに変えて、上の部分もこちらに引き戸が入ってたんでしょうね。はい、以前の名残がそのまま残っております。塗装された形になってますね。そしてこちらが南側のバルコニーなんですけれども、今回このマンション築53年経ってるんですが、マンションの組合の方でですね、こういった窓につきましては全てペアガラスに変更されておられます。はい、バルコニーにつきましては後ほど他の部屋からご紹介させていただきたいなと思います。そしてその反対側のこちらのスペースなんですけれども、こちらは洗面室ですね。ここの広さは当時のままなんですけれども、この辺りもちょっと面白い形の洗面台にされてますね。鏡は、はい、収納タイプではないんですけれども、上に棚がありますので、今現在洗剤等がね
置いてあるんですけども、このような形で使っていただくのがベストかなといった形ですね。で、照明がですね、この鏡のこちらにちょっとレトロな照明がついてるんですけども、上にはないんですね。なのでちょっと夜は暗いかもしれないですね。ぼんやりした光になるかと思います。はい。この床材がですね、クッションフロアなんですけども、この柄がすごい昭和感漂う感じがいいですよね。そしてこちらに洗濯機置き場があります。もともとこちらのマンションは洗濯機はですね、こちらの浴室に置いていただく形だったんですね。それをこう開けた形にされてまして、お風呂はユニットバスに新しいものに交換になっております。上を見上げていただくと、浴室暖房乾燥機は残念ながらついておりませんが、古いマンションは追い焚き機能がついてないケース多いんですけれども、今回は追い焚き機能もついております。シャワーヘッドはですね、かなり小さいタイプなので、はい、ご自身の好みのシャワーヘッドに交換していただくといいかと思います。はい。そして、この引き戸を開けていただくと、こちらがトイレスペースになっておりまして、奥の方にも棚がついております。はい、ここはもう塗ってるんですかね。はい、アクセント、ここはもうコンクリートですね。はい。ちょっと結露してしまうとクロスがね、剥がれてしまうんで、塗りで仕上げられている感じがしますね。トイレの床材も洗面室と同じような柄の昭和感漂う床材になっております。それではメインとなりますリビングのご紹介をさせていただきます。こちらのアンティークな扉を開けさせていただきますと、真ん中に通路が挟んでありまして、右手がダイニングキッチン、手前がリビングスペースみたいな形の使い分けになっております。そしてここはですね、もともと扉があったところなんですけれども、こういう形でレースカーテンが敷いてありまして、この高さが約1800ですね。この上の部分が、この垂れ壁がコンクリートなので削ることができないんですね。なので身長が高い方は少しかがんで履いていただく形になるかと思います。そしてこちらが約10畳のリビングスペースになっております。はい。ここがね、くぼみを設けてテレビボードを造作されてますね。この辺りもね、先ほどご紹介したスイッチになっておりまして、ここにテレビを置いていただくような形になるかと思うんですが、アンテナはここから引っ張っていただくような形になりそうですね。奥から見ていただくと、このようなリビングスペースになっております。照明なんかもちょっとこだわってつけておられるんですかね。はい。そしてお部屋につきましては、今回は白と黒をね、基調にしたお部屋となっておりまして、地中海をイメージした内装になっているということでお伺いしております。今現在置いてある家具等はそのままお譲りいただけるということでもお聞きしております。持って帰るとまた雰囲気が変わるかもしれませんのでね。そしてこちらがですね、先ほどご紹介させていただいた南側のバルコニースペースになるんですけれども、はい、こういった鉄製の面格子になっているので、この隙間から風通し、日当たり面は入ってくるかと思います。ちょっと今ヘリコプターが飛んでますね天気もあんまりよろしくないんですが、雰囲気をね掴んでいただく分にはいいかと思うんですけれども、南側はこのような形になっておりまして、駐車場と道路、そして建物があるので間が空いておりますので、南側から日差しは十分入ってくるかと思います。ちなみにこちらにも収納スペースがありまして、バルコニーの物置ですね。はい、開けていただくと約半畳ほどの収納スペースなんですが、今こういったね、ドラム缶っていう点ですかね、缶が置いてあるんですが、これはおそらく塗装のペンキが置いてあるんで、またね、補修するときに使うような形で置いてあるかと思います。はい、続きましてこちら、ダイニングキッチンスペースをご紹介させていただきます。まずこちら、キッチンにつきましては壁付けになっておりまして、横幅は2400ですね。
で、ここがですね、もうオープンになっておりまして、こういった箱がね、木箱が置いてあるんですね。で、上につきましては、釣り戸棚ではなくて、こういう造作のね、棚が壁についているといった形になっております。天板につきましては、ステンレスで流しと一体のタイプなので、この辺りに隙間が入らないタイプですね。はい。水栓につきましては、ちょっとコンパクトなタイプになっています。まな板を置いていただくスペース。そしてこちらがコンセント。スイッチも、はい、統一されてますね。コンロにつきましては3口のガスコンロ。下の収納につきましては、今回はスライド収納ではなくて、すべて観音開きで開けていただくタイプになっています。食洗機がついていよう場所、この場所にも収納スペースになってますね。はい。ということで、今回は食器洗浄乾燥機はついておりません。そしてこちらが北側の窓なんですけれども、ここにね、実は手前に板が張ってあるんですね。で、この板があると窓がね、ちょっとこう遮られちゃうんでどうかなと思ったんですけど、おそらくこういった形で物を配置するときにですね、こういった壁を設けないと、日差しが当たったりとかですね、こう置きにくくなるので、コンセントもね、増設されてますんで、その関係で板を張られてるんではないかなというふうに思います。窓自体はですね、全然開けていただくことができるんですね。そしてこちら北側につきましては、建物はないんですけども、墓地がですね、広がっておりまして、でもこの墓地自体は無縁仏とかではないのですごく整備されてるんでね、あまりこう印象がね、悪いって感じは私自身はしないですね。はい。そしてダイニングテーブルは2人掛けなんですけども、ちょっとここはね、スペースありますんで、もう少し大きいダイニングテーブルに変えてもいいかもしれませんね。4人掛けとかでも全然良さそうな気がします。ちなみに冷蔵庫は、ここに置くんでしょうね。はい。で、奥が、こんな感じで今テレビ台があって、液晶テレビもね、置いていただいてまして、ここにね、シーリングファンがあるんですけども、ここ実はですね、天井高2208畳なので、もう結構照明がですね、私の頭の結構近いところにあるんですよね。どっちでもいいのかなっていう感じはするんですけども、はい、シーリングファンがついております。奥から見ていただくと、はい、奥には約1畳ほどの収納スペースがございます。ここもね、同じく、もともとは押し入れだった部分を、このような形でオープンにして、引き戸を外してですね、はい、建具のところをちょっと塗ってる感じになってると思います。はい、奥はこんな感じ。で、こちらに、ね、棚がまたついてまして、この棚の間もね、隙間があるんで、ここからね、風を通せるような形になってますね。はい。すごく面白い作りになっていますね。裏から見ていただくと、こんな感じで板をこう張り巡らされて壁にされている感じですね。はい。ということで、このままこちらのお部屋ご紹介させていただきます。よいしょ。はい。こちらが約6畳の洋室スペースになっております。元はこちらも和室なんですけども、このお部屋につきましては、絨毯仕様なんですね。なので、この絨毯自体が、結構人それぞれ好みが分かれるんではないかなというふうに思います。お部屋の内装自体は、手前の 4.5 畳と同じような作りになってますね。で、こちらが収納スペースで、こちら、中の方にね、棚も今現在置いてくださってますね。で、手前にこういった建具があるんですけども、これはもう飾りみたいな形なので、動かすことができませんので、ここでね、出入りしていただくような形になっています。で、こちら、リビング、キッチン部分にありました、はい、板をね、同じような形で貼って、洋服をかけられるようになってますね。こうしていただくだけでもなんかまた雰囲気は違いますよね。そしてこちらが南側の窓になっておりまして、
このお部屋も南側から日差しが差し込んで非常に明るいといったお部屋となっております。はい、ということで以上が京都府長岡京市にございます築53年の長岡天神ハイツリノベーション物件の室内となっております。はい、ということでいかがでしたでしょうか。本日はマンションから南へ下がったところにある長岡天満宮八丈ヶ池をバックに本日のまとめをさせていただきます。室内は使い勝手や動線を考えるとオーソドックスな感じではありましたが、装飾一つ一つに昭和レトロを感じる仕上がりになっていましたね。個人的にレトロ好きな私は嫌いではないんですが、このテイストは好みが分かれるんじゃないかなと思いました。あと5階までの階段というのが選ばれにくい理由ではあると思います。でも年をいってから急に鍛えるというのは難しいですから、日頃階段で膝腰を鍛えると考えれば逆にプラスだと思うのは私だけでしょうか。ちなみに私は日頃の運動不足がたたって部屋の前で足がつるというハプニングが起きました。皆さん日々の運動を欠かしてはダメですよ。そんなわけで本日は京都府長岡京市より築53年の昭和レトロマンションをご紹介させていただきました。動画をご視聴いただき実際に内覧してみたいと思っていただけましたらこちら弊社のフリーダイヤルまたは LINE 公式アカウントよりお問い合わせください。その他売却したい不動産をお持ちの方からのご相談もお待ちしております。遠方の方でもオンラインにて対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。最後にご覧いただいてのご感想をコメント欄に、チャンネル登録以上に高評価ボタンを押していただけると次の動画の励みとなりますので、ぜひポチッとよろしくお願いいたします。本日の一句、古き良きレトロな時代へいざなわれ。本日もご視聴いただきありがとうございました。ご来場者様全員にもれなく70年代不動産のバッジをプレゼント。